ちはずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の大分サポが秋田まで行ってきたのだ。夜勤明けに作った動画だから最後まで見てね。別枠があるんだからそこで動画が出るのだ。どうも投稿者です。高千穂は大分県に接しているから大丈夫だと思って、推しの子風のミュージックビデオを作ってみました。今日の投稿者は格段とおかしいのだ。だってほら、先週の水曜日に行われた昼の試合を大敗したんですよ。何もない、何もない、何もない、何もない。本気最低なゲーム。その試合を見に行ってきたんですよ。せっかく有給も取ったのに、まともな精神状態で動画を作れるわけないでしょ。しょうがないから爆発させて次に行きましょう。そうするのだ。ということで今回は新幹線で秋田まで向かうのだ。去年は羽田から飛行機で秋田に向かっていたわね。今回は新幹線の移動の方が安く済むので、その移動方法にしたのだ。それに今日は14時からキックオフなのだ。試合終了後に秋田駅に直行すれば21時くらいには東京駅に戻れるのだ。これで今年の J2 の東北クラブのアウェーはコンプリートしたわね。そうなのだ。首都圏とは違って移動経路や特産物も味わえるので新鮮さがあるのだ。鉄道だけに話が脱線するんだけど、前回の山形アウェーも山形新幹線で移動していたわね。秋田も山形も在来新幹線として季節の在来線の線路を使用しているのだ。レールや高架線を新設するよりも建設費や維持費が抑えられやすいのもメリットなのだ。在来線区間は季節のレールを利用して新幹線を走らせているから、大分への新幹線の開業のヒントにもなりそうね。それじゃ秋田に着くまでトリニータの話でもしましょう。序盤からオタトークに鉄道の話に。本当に申し訳ない。前節では長崎と引き分けてしまったわね。結果に対して個人差があるだろうけど、大敗後からの引き分けはよく持ち直したと思うのだ。ここで一つのテーマで話してみたいんだけど、トリニータのキーパーについて語っていくわ。今年はトリニータの試合を見るのが7試合目なんだけど、ゴールキーパーのコーチングが少ないと思うのだ。ここで言うコーチングは声かけ取り返してもいいわ。試合中の声かけが失点数に響くのだ。シュートが打たれてからでは遅くて、打たれる前に声かけしてピンチを未然に防ぐことが重要なのだ。セーブや飛び出しの技術も重要ではあるけど、コーチングによるコミュニケーションも技術のうちだと思うのだ。キーパーというポジション柄、シュートを防ぐ方法はコミュニケーションだけでも未然に防げるということは抑えた方がいいわね。秋田駅に着いたのだ。今回は17時の新幹線で東京に戻るから、先に駅ビルでお土産を物色するわよ。ということでプレゼンをお願いするのだ。それでは弊社、入社式ガイダンスを始めさせていただきます。本日、ご紹介に預かりますのは4つの秋田土産になります。1つ目は、いぶりがっこです。これは安定の秋田土産なのだ。お酒やご飯とのグループシナジーの相乗効果で、いぶりがっこがやめられない、止まらないの2段活用が期待されます。この流れ、はっきり言ってつまらないからね。2つ目は稲庭うどんです。これも有名な秋田のお土産なのだ。去年も秋田に行った時も稲庭うどんをお土産にしました。でもさすがに安定すぎない？そう言うと思いまして、3つ目はイカスミのなめたけです。センスは悪くないけど、これは秋田のお土産？これは弊社、総務部の佐藤がリサーチ不足によるものです。なんでや、佐藤関係ないやろ。同じお土産売り場に置いてあったので興味本位で買ってみました。ご飯のお供だけではなく、パスタに絡めてイカスミパスタとしても使えそうです。そして最後の4つ目のお土産ですが、こっち見て。じゃじゃん、ほらこれすごいでしょ。何ですかこれ。パンです。パンすごい、全然違う。ほら、開けてみたいでしょ。見たい。いきますよ、せーの。スタジアムに着いたのだ。去年は秋田のスタグルを見送ったから味わっていきましょう。何か触れておくべきことが。なんだあの編集は？
稲子の佃煮って意外と美味しいんですよ。タンパク質も多いですし、酒のつまみとしても最高ですよ。そうやって信用を取り戻そうとしても手遅れよ。本当に申し訳ない。今日は雨も降って寒いから温かいそばを食べるのだ。ということでサンコロそばを食らうのだ。ザンギとコロッケをトッピングしたそばね。肉厚な揚げ鶏と汁に染み込んだコロッケとの相性が抜群なのだ。天候もあるけど今年で一番美味しいスタグルだったわ。それじゃスタジアムに入るのだ。試合開始まで時間があるからブラウブリッツ秋田の話でもしましょう。オフシーズンにキーパーの田中選手や大分に来た重選手が抜かれても10位にいることには驚きなのだ。正直に話せば今年の秋田は大変かもしれないと思っていたけど、リーグ戦でもプレーオフ圏に食い込んだり存在感があるわ。個人的には吉田監督のぶれないサッカーをしているからだと思うわ。僕的には吉田監督の語録が好きなのだ。河原の小石の話は別として、秋田の守備と90分間走り続けるサッカーは魅力的だわ。去年の秋田とのアウェー観戦記でも触れているんだけど、秋田の社長およびフロント陣営は優秀だと思うのだ。そういった点でも現場と経営陣との意思疎通もできているから主力が抜けても混乱が少ないと思うの。そういった意味では個人的には吉田監督とブラウブリッツとの付き合いは長くなりそうなのだ。来年再来年には昇格争いをしているクラブになっていると思うわ。売れないといえばブラウブリッツのスローガンなのだ。3年連続で秋田一体で今年は新秋田一体なのだ。なぜ、今年は新をつけたのか説明が欲しいです。試合が終わったら秋田の後方を、西荻窪まで連れて行って、居酒屋で説明してほしいです。いいお酒が飲めそうです。すみません、こいつ黙らせておきます。試合が始まるのだ。それじゃ試合予想は？そやかつしかないのだ。それなら大分の注目選手は？個人的には宇都本選手なのだ。意外な選手が出てきたわね。理由としては秋田は4バックがメインなのだ。具体的には宇都本選手の裏に抜ける意識があるから、中盤のパスワークからの飛び出しで秋田の守備を混乱させることができると思うのだ。メンバーには選ばれていないけど、中川選手を前線に置いて走らせるのも有効ね。確かに中川選手を前線に置くのも面白そうなのだ。後方からデルラン選手やペレイラ選手もパスを供給できるし、あとは監督がどのようにして選手を生かしていくのかも見ものではあるわ。それでは試合終了まで守るのだ。雨が。事前にピッチ状態が悪いことは知っていたけど、ボールが止まってしまうほどだとは思いもよらなかったわ。あとは宇都本選手がゴールを決めていれば。ハイライトでも見たけど、グラウンダーで蹴ったらキーパーに弾かれると判断してのシュートだと思うわ。解説者っぽく言えばゴール前での冷静さを欠いたわね。後半から環境に順応したのか、いいビルドアップをしていたのだ。そういった意味ではこの試合は勝てた試合だったかもしれないわ。西川選手も頑張って守っていたし、本当に悔しいのだ。移動中にも話していたけど、今日の西川選手はゴール裏からでもしっかり指示が聞こえていたのだ。西川選手とバックスの選手間で信頼は構築できたと思うから、次回のホーム戦では完封勝利が見てみたいわね。あと話題が変わるんだけど、垂れ幕で区画を作って応援ゾーンを作ってくれたことには本当に感謝なのだ。去年は大分からビッグフラッグを持ってきたり、今回のようなアイデアだったり面白かったわ。それに雨で垂れ幕が重くなっているから持って帰るだけでも大変なのだ。それじゃそろそろ秋田駅まで戻りましょう。それじゃ帰るのだ。それで次のアウェーはどこかしら？次回は6月11日に行われるザスパクサツ群馬のアウェーに行ってくるのだ。随分と活動的ね。試合のある日曜日と月曜日を休みにしたからなのだ。なんか遠回しに自慢しててムカつくんですけど。まあそんなこと言わずに、それでは次回のアウェー観戦記を楽しみにしてほしいのだ。今回もご視聴していただきありがとうございました。ありがとうなのだ。